魚魚魚魚を食べると魚魚魚ルル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 。いや、君たちはいいね。水槽の中にいれば一年中ヒーターであったかいし、フィルターで水質もキープされてるし、 LED ライトで明るいし、エアレーションで酸素も供給されてるし、もう人生勝ち組じゃないか。さあ、では餌の時間ですね。この時が一番幸せかもしれない。餌の時間ですよ。わっ、なにやばい、地震やばい、ちょっと待って。あ、大丈夫か。いや、一瞬でしたけどすごい揺れでした。アクアリウムにおいて地震はできれば起きてほしくない。いや、でも地震と一緒に停電にならなくてよかった。あ、ちょっと待って。停電？うわー、最悪。アクアリウムはフィルターもヒーターもエアポンプも LED ライトも電気がなければどうしようもない。なんてこった。というわけでビバです。どうも。アクアリウムにおいて電気というのはめちゃめちゃ重要。水槽という限られた空間の中で生き物を飼育するアクアリウム。中にいる魚は水槽の中の環境がどれだけ悪くなっても逃げ出すことはできません。なのでアクアリウムをやってる人は水質を管理するフィルターをつけたり、水温をキープするヒーターをつけたり、酸素供給のためにエアレーションをしたり、あとは水草を育てるために LED ライトをつけたり、いろんな機器をアクアリウムに接続して水槽内の環境を保っています。そんな電気に頼りっぱなしのアクアリウム、さっきみたいに地震の後の停電とか、もしくは地震じゃなくても一時的に停電する場合、その停電する時間が長ければ長いほど水槽の環境は悪化していきます。僕自身も2018年9月に起きた北海道胆振東部地震で大停電を経験して、24時間以上電気のない生活を余儀なくされました。もちろん自身の身の安全が最優先なんですが、停電の間崩壊した水槽内で魚たちには我慢してもらったと記憶しています。そんな不測の事態、ポータブル電源でなんとか対策できないだろうか。そんなわけで今回はユーグリーンさんのパワーローム600ご提供いただきましたので、こちらを使って検証していきたいと思います。こういったポータブル電源、キャンプとか災害時にしか使わないと思ってる人多いと思うんですけど、このパワーローム600は日常使いが可能です。しかもアクアリウムにおいて日常使い十分にできると思うので、そのあたりもしっかりとお伝えしたいと思います。動画の最後にはお得な情報もありますので、ぜひ最後までご覧ください。それではまずパワーローム600の簡単な紹介からやっていきます。まずこのパワーロームシリーズなんですけど、今回ご提供いただいたのはパワーローム600、その上にパワーローム1200というのがあって、さらに上にパワーローム2200というのがあります。ではまず付属品を見ていきます。まずは当然本体と、この本体を充電するための電源ケーブル、車のシガーソケットにつなぐための電源ケーブル、そしてこちらはソーラーパネルから本体を充電するための電源ケーブル、そして謎なケーブル、ユーグリーンさんのロゴが入っているポーチ、使わないケーブル類をこの中に全部入れることができます。それと取扱説明書と5年保証のカード。実はこのユーグリーンさんのパワーローム600、バッテリーに新世代リン酸鉄リチウムっていうのを使っていて、従来素材と比較して約6倍の3000回というサイクル寿命を達成しているそうです。実際に使えるのは10年ぐらいと言われていて、そんな長寿命製品で保証期間5年間っていうのもポータブル電源選びの安心材料かなと思います。あと使う前からこんな話するのあれなんですけど、ポータブル電源廃棄するとき、ユーグリーンさんではこのバッテリーの回収サービスを行っています。捨てる時のことまでしっかりと案内してくれているので、その点でもユーザーは助かりますね。まず左側面は吸気スロットとパワーローム600を充電する入力ポートがあります。右側面には排気スロットと AC 出力ポートが5つ、下3つは3ピンプラグですが、2ピンプラグも問題なく使えます。そして AC 出力には U ターボモードというのがあって、最大 1500W まで出力できるそうです。キャンプとか車中泊で電子レンジも使えそうですね。本体正面は中央にディスプレイがあって、バッテリー残量などが確認できます。視認性もバッチリ。その左に LED ライト、これかなり眩しいです。停電時や災害時に役立ちそうです。右側にはシガーソケットの出力と DC 出力。
ディスプレイの下には USB-C が2つと USB-A が2つ、急速充電できるので便利です。あとここにある IoT ボタンを使ってアプリと接続することが可能です。本体上部にはしっかりした持ち運び用のハンドル、底面には足がついています。しっかり滑り止めが効いています。製品仕様についてはこんな感じ。一時停止してご覧ください。ではディスプレイ部分について見ていきます。真ん中はパワーローム600のバッテリー残量、左側はパワーローム600に入力される電気の情報、右側はパワーローム600から出力される電気の情報が表示されます。現在パワーローム600に電源コードをつないで充電中なので、入ってくる電気 IN606W、 そしてその下は 3.0 ミンと表示されています。ちなみにこのパワーローム600めっちゃ充電早くって、 0% から 80% の充電が約50分で完了します。この急速充電はありがたいですね。そして右側、今何もつないでないのでアウト 0W、 試しに USB と右側面の AC 出力にコンセントをつないでみます。パワーローム600の充電は線を抜いて一旦ストップ。じゃあ USB を挿す。すると今アウト 26W、 残り使用時間 19.7 時間となりました。続いて右側面に AC のコンセントを挿します。これは画面左上方向にある LED ライトのコンセント。あ、光りましたね。今 LED ライトのコンセントを挿したのでアウトは合計で 53W になりました。ここの数値は前面の USB や DC、 右側面の AC、 合計の出力が表示されます。出力のワット数が増えたので残りの使用時間も減りましたね。その他画面の周辺にアイコンとか細かい文字が書いてあるんですけど、例えば Bluetooth でアプリと接続されてますよとか、冷却ファン回ってますよとか、 AC 出力は 50Hz で使われてますよとか、そういった情報が確認できます。それではアプリの方を見ていきましょう。アプリのインストールについては説明書にも QR コード載ってるんですけど、 Apple Store とか Google Play Store で Ugreen で検索してアプリを入れた方が早いです。アプリの画面がこんな感じで、このアプリ一つでいくつか機器は登録できるみたいです。じゃあこのデバイスと呼ばれるパワーローム600選択すると、なかなかグラフィカルな表示ですね。ここに表示されるデータは本体のディスプレイとほぼリアルタイムで同期します。残量 95% あって、今充電やめちゃったのでトータル入力は0、トータル出力は 55W ぐらい、残り使用可能時間は 7.6 時間。そして今 AC 電源の方いろいろ機器をつないでるので、接続機器の消費電力は 44W、 そして USB もつないでるので USB は 7W 使っています。あと照明ライトはこちらはダイレクトでモードを選択することとオンオフが可能です。あと細かな設定も本体のボタンとかではできるんですけど、それ以上のことがこのアプリで設定できるようになっています。ディスプレイの表示時間とか動作モード、あと U ターボ機能のオンオフとか、バッテリーケアモード、サイレントモード、あとチャイルドロックとか、あとはオートセルフチェックという自己診断機能、あと AC 出力の周波数変更、これも本体でできるんですけど、アプリからやった方が簡単に設定できます。数値はリアルタイムで反映されるので見てるだけでも結構楽しい。いや、それは多分ガジェット好きの人しか楽しくないかもしれない。アクアリウムで使う人にめちゃめちゃ嬉しい機能がありまして、なんとこのパワーローム600 UPS 機能がついています。これを聞くと、ああそういう意味でおすすめしてるんだと思う方もいると思うんですけど、 UPS っていうのは無停電電源装置、停電とかの際に補助電源として電源を供給する装置って言えばいいんですかね。具体的にどう使うかというと、まずこのパワーローム600にフィルターとかヒーターとかエアポンプとか LED ライトとか、そういったものをつないでおきます。そしてパワーローム600自体もコンセントにつないでおいて、常に電源がオンの状態にしておきます。そうするとこれ自体はもうマルチタップ、電源タップみたいな感じになっていて、それにモバイルバッテリーがくっついたような感じになっています。これで何が起きるかというと、普段は何も起きません。何も意識することなくフィルターなりヒーターなりライトなりが使えます。ただこれが突然の停電とか起きた場合にどのように動作するかというと、今右にある水槽だけパワーローム600につながっています。さあ、そして停電が起きました。さあ、停電が起きたんですけど、今右の水槽だけこうこうと電気がついています。電気だけじゃなくてフィルターも動いてるし、エアポンプも動いてるし、ヒーターも実は稼働しています。他の水槽については電気もフィルターも全部止まってる状態。
なぜこんなことになったかというと、停電が起きた瞬間にパワーローム600から電気が供給されて、つないでる右の水槽だけ何も問題なく稼働を続けている。これが UPS 機能の備わっているパワーローム600のいいところですね。例えば仕事とか外出中とか家にいない時に突然停電が起きた場合、本来なら停電中はずっとフィルターとかヒーターとか止まってる状態なんですけど、パワーロームにつないでいると停電中でも問題なくつないでる機器が動き続けます。そして停電から復旧したら、これも何事もなかったかのように動き続けます。アクアリウムに限らず生き物を飼育してる人は UPS 機能の備わっているポータブル電源、例えばこのパワーロームシリーズとか検討してみるのもありかもしれませんね。ではこのパワーローム600で何時間維持できるのかを見てきます。ちなみに現在いろいろとコンセントがつながっているんですが、 LED ライトと外部フィルター、160W ヒーター、エアポンプ、一般的に水槽につなげそうなものをつないでいます。現在使用消費電力は 43W、 残りの使用時間は 9.3 時間となっています。ヒーターは水温が下がるとその時に初めて通電するので、電力の波としてはたまにぴょこんと増える感じでしょうか。なので残り 9.3 時間となっていますが、実際はもうちょっと減ると思います。今ちょうどヒーター動きましたね。消費電力 197W、 残り 2.8 時間に変わっています。では実際に何時間使えるのか計測をしていきます。現在の時刻は15時42分。どのくらい持つのか楽しみですね。はい、ただいま時刻は21時13分。ポータブル電源ピーピーという音とともに突然止まってしまいました。残り残量は 6% ぐらいあったと思うんですけど、おそらくそのタイミングでヒーターが稼働してしまって動作が停止したんじゃないかなと思います。さあ今回60センチ水槽で外部フィルターと LED ライト、 160W ヒーターとエアポンプをつないで約5時間半駆動させることができました。例えば朝会社に行って昼頃停電が起きたとして、だいたい仕事が終わるぐらいまでは水槽の電源を確保できることになります。これだけでもなかなか頼もしいとは思うんですけど、もっと長い時間の停電を想定するんであれば、これの上位機種のパワーローム1200とか検討すると良いかと思います。このパワーローム600、 AC 出力が周波数 50Hz と 60Hz 切り替えることができます。ここで気になる人いると思うんですけど、もし東日本 50Hz の地域に住んでいてパワーローム600の AC 出力を 60Hz にした場合、もしかして外部フィルター 60Hz で動かせるんじゃないかと考える人いると思います。実は外部フィルターとか 60Hz で動かすと流量が上がるんですよね。結論から言うと 60Hz の周波数で外部フィルターとか動かすことができます。実際に違いを見てみましょう。まずこちらが周波数 50Hz の流量、そしてこちらが周波数 60Hz の流量。だいぶ違いますね。西日本の人はこんなパワフル流量で外部フィルター使ってるんですね。とはいえこの使い方には若干制限があって、 AC 出力全ての口で切り替えになるので、どれか一つでもどちらかの周波数にしか対応してない機器をつなぐと、その機器が壊れてしまうかもしれません。そしてこっちの方が重要なんですけど、バッテリー駆動の時しか動きません。つまりパワーローム600を電源につないで充電しながら使うとか UPS 機能を使うとか、そういった使い方はできません。逆に 60Hz 帯の人が 50Hz で使う場合っていうのはちょっとその地域にいないのでわからないです。なので 50Hz の地域に住んでいるんだけど 60Hz で動かす、一応できるけど実用的ではないです。珍しく外にやってきました。今回はこちらのソーラーパネルもご提供いただいているので試してみたいと思います。こちらはユーグリーンさんのソーラーパネル 100W タイプ。何気に僕自身初めてのソーラーパネルなんですが、折りたたむとめっちゃコンパクト。折りたたみのサイズは 54cm×39cm。これを広げるとなんと 54cm×138cm。特徴としては折りたたむとコンパクトになる以外に、角度調整のできるスタンドが内蔵されているのと、太陽との位置を正確に決められるマーカーがついています。赤丸の影を赤いサークル内に収める角度が一番発電の効率がいい角度になるっていう感じですね。パワーローム600につなぐと8時間で満充電できるそうなんですが、とりあえずつないで
どのくらい発電するか見てみましょう。接続にはこちらのケーブルを使います。これをソーラーパネルの裏側の接続コネクタに挿して、もう片方をパワーローム600につなぎます。いきなり発電始まってますね。32W。現在曇り空で 32W ぐらいなので、晴れだともうちょっといくのかな。多分商品名の通り最大は 100W 前後。曇り空でもしっかりと発電はしてくれるようです。さすがに屋内の窓際で使うとかはできないサイズなんですけど、庭とかベランダでこのサイズのソーラーパネルを広げられる方は、災害の時とか日中の発電に役立ちそうです。というわけで今回はユーグリーンさんからご提供いただいたパワーローム600とソーラーパネル 100W タイプ、こちらのレビューをお伝えしました。僕自身ずっと停電の際にアクアリウムの電源が確保できない問題、どうしようか悩んでいたんですけど、一応ポータブル電源は候補に上がっていました。ただやっぱり UPS 機能がついてるっていうのが万が一の停電の時にはとても心強いかと思います。実際11月の中旬あたりに沖縄で11万8000戸が約4時間にわたって停電するというかなり大きめの停電がありました。今回検証したように一般的な60センチ水槽でヒーターとか外部フィルターつないでる水槽、このパワーローム600でも5時間ちょっとキープできたので、こういう備えがあるとないでは万が一の時に変わってきそうです。一応この製品の気になるところも紹介していきます。災害時とかアウトドア時に使うと思うんですけど、このライト、これがねめちゃめちゃ眩しい。しかも広範囲に照らすというよりは全面を強力に照らす感じ。もしこの商品アウトドアも視野に入れてるんだったら、例えばこの天板の外周をぐるっとライン状に光るようにするとか、この色も白系じゃなくて暖色系にするとか、もうちょっとムードのある光り方できたら良かったんじゃないかなと思います。それと紹介してた通り、この製品はアプリで操作もできるんですけど、スタンバイ時から復旧する時とか結構 Bluetooth の接続が切れてしまいます。その度にこの IoT ボタンを押さないと再接続されないので、それは若干手間かなと思いました。あとこの電源カバーですね。電源コードの抜き差しする時、視線は上からになると思うので、上にカバー上がるとすごい邪魔です。これ本体内に収納されるとか、各コネクタ、こちらの前面のシガーソケットのキャップみたいな、こういったタイプでも良かったんじゃないかなと思います。そんな感じの細かい不満点はあるものの、ポータブル電源としては UPS 機能もついてるし、デザインもなかなかかっこいいし、保証もしっかり5年ついてるし、満足度はすごい高いです。ただポータブル電源というとやっぱりお値段が気になる。ぶっちゃけどの製品見ても結構お値段はするんですけど、11月24日からブラックフライデーが始まるので、そのセールを利用するとかなり安く買えます。ブラックフライデーではこのパワーローム600も上位機種のパワーローム1200とか2200、あとはソーラーパネルのセット、それとユーグリーンさんの急速充電器とかマルチハブとか、そういった製品もブラックフライデーのセールに出るようなので、いろんな製品興味のある方は下の動画説明欄にあるブラックフライデーのリンクからチェックしてみてください。ポータブル電源は上を見れば結構キリがないので、パワーローム600もしくはパワーローム1200あたりが普段使いとかキャンプ、あとは災害時に使い勝手がいいんじゃないかなと思います。アクアリウムの停電時の対策にぜひご検討ください。というわけで今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。